皆さんこんにちは。日本語教師のつつみです。今日のテーマはすぐの言い換え表現です。すぐは便利な言葉ですよね。でもいつでも何でもすぐすぐと言っていると日本語が下手だと思われたりすることもあるんです。そこで今日はすぐを言い換える3つの表現、途端、そばから、次第を紹介します。すぐはどんな時にも使える普通の言葉ですが、この3つの表現を使えばそれぞれ特別な気持ちを表現できるんです。この3つの表現を使いこなして日本語力をレベルアップさせましょう。1つ目は途端です。まずこの文を見てください。椅子が壊れた。ここには何が入りますか？座ってすぐ椅子が壊れた。すぐも間違いではありません。でもこの場合、すぐの代わりに途端を使った方がより自然です。なぜでしょうか？なぜなら途端のポイントはびっくりした気持ちだからです。皆さん、座って椅子が壊れたらどんな気持ちですか？びっくりしますよね。このように途端はびっくりした時に使います。他にも窓を開けてすぐ虫が入ってきてびっくりしたと言いたい時、窓を開けた途端虫が入ってきた。犬に餌をあげたらすぐ食べ終わってびっくりしたと言いたいとき、犬に餌をあげた途端に食べ終わってしまう。このように途端を使います。では会話で確認しましょう。大阪旅行どうだった？すごく楽しかった。天気予報では雨だったんだけど、大阪に着いた途端晴れたの。よかったね。2つ目はそばからです。まずこの文を見てください。ダイエットするぞと言ったのに10分後にケーキを食べようとしています。あの人はダイエットをすると言いケーキを食べている。ここには何が入りますか？あの人はダイエットをすると言ってすぐケーキを食べている。すぐも間違いではありません。でもこの場合、すぐの代わりにそばからを使った方がより自然です。なぜでしょうか？なぜならそばからのポイントは呆れる気持ちだからです。皆さん、この人を見てどう思いますか？すぐにケーキを食べたら痩せられないよ。ダイエットの意味がないよと思いませんか？そばからはこのように呆れた時に使います。他にも弟にミスを注意したのにすぐに同じミスをしました。教えても意味がないと呆れる時、弟は注意したそばから同じミスをする。今勉強したのにすぐ忘れてしまったと呆れる時、勉強したそばから文法を忘れてしまう。このようにそばからを使います。では会話で確認しましょう。ちょっと、掃除したそばから汚さないでよ。ごめん。3つ目は次第です。まずこの文を見てください。事故があって電車が遅れてしまいました。駅員が乗客に言います。安全の確認が取れ、出発します。ここには何が入りますか？安全の確認が取れたらすぐ出発します。すぐも間違いではありません。でもこの場合、すぐの代わりに次第を使った方がより自然です。なぜでしょうか？なぜなら次第のポイントは丁寧な気持ちだからです。この例文では駅で駅員がお客様に言っていますね。
ですから仕事などで丁寧な気持ちを言いたいとき、すぐの代わりに次第を使います。他にも会社で部長に作業が終わったらすぐご報告しますと言いたいとき、作業が終わり次第ご報告します。お客さんに詳細が決まったらすぐお伝えしますと言いたいとき、詳細が決まり次第お伝えします。このように次第を使います。では会話で確認しましょう。注文した商品が届かないんだけど。申し訳ありません。準備ができ次第お送りします。1週間も前に注文したんだけど、待ってるから送ってくださいね。ここまで途端、そばから次第の3つを勉強してきましたね。ではちゃんと分かったかどうか復習をしてみましょう。今から4つの問題をやります。すぐを言い換える表現として途端、そばから、次第のどれが正しいか選んでください。では始めましょう。3年間の留学から帰ってきて、空港で母の顔を見た途端、涙が出てきた。突然涙が出てきてびっくりしたという気持ちなので、正解は途端です。これはどうですか？いつも意見を言ったそばから否定されるので、言っても意味がない。意見を言っても意味がないという呆れる気持ちなので、正解はそばからです。これはどうですか？おばあちゃんに携帯の使い方を教えてあげた。でも教えたそばから忘れてしまった。すぐ忘れてしまうという呆れる気持ちなので、正解はそばからです。これはどうですか？詳しい情報が入り次第お伝えします。ニュースを伝える人の丁寧な気持ちですから、正解は次第です。はい、いかがでしたか？今日はすぐを言い換える3つの表現、途端、そばから、次第を紹介しました。これからはすぐにではなく、途端、そばから、次第をぜひ使ってみてください。メッシュクラスでは25分の会話お試しコースや日本語会話のコースなど、私や日本人の先生たちと1対1で会話の練習ができます。コメント欄に詳細を書いておくので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録、通知設定をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。